何なんだよ急に。耗尽2時間だ了。け眠るって。へそは痛そうになってるけど、毒は通ってねえしな。やっぱあれぶっ放したせいだよな。ようやく見つけたよ。他果然知道，所以这是唯一可能杀死米蒂的方法吗？いいな。外面那是什么盔甲神吗？様、同じ地の底なら、おいら、ここに行きたいです。神様。这么多小孩是在深渊深处吗？天呐，那奇好可爱啊！少し離れろ。アビスの探掘家だってよ。なんで这是不就是波多耳朵？今や常識に左右されない新しいアプローチが試されるべきと考えます。極北の要であるセレニの地、私はここに奈落の次世代を切り開くにふさわしい子供たち。他要对这些孩子们做什么呀？私はボンドルド、アビスの探掘家白笛です。深淵に踏み入ることも厭わない勇気ある子供たち、どうぞ一歩前。感觉像是迈向死亡呢。本当に来ちまった。うっせえな。あっち行け。ねえ、やろうよ。アホは相手にしねえよ。行こうぜ。他们是从另一个地方转移到了奥斯城。さあ皆さん、カゴにお乗りください。ご安心ください。道中はすべて私の探掘隊が護衛いたします。目的地は深度約13000名。这么深？深海5層、亡骸の海。世界最後の謎に挑む奈落の前線基地です。他就专挑这些孩子们下手。等一下，这是电梯吗？他们能直接这样下到最下面去，根本不受任何的这个怪物的影响。君は何になりたいの？やっぱ白笛？まあ、なんだよ。乗りたいよね、白笛。これってすっごいチャンスだと思わない？这不会就是米蒂吧？ここに来れれば何でもよかったんだ。ここに来る前はゴミだめからマシなゴミを拾って食べてた。みんなは盗みとか歌歌って物乞いとかしてたけど、おいらはそれ以外に脳がなくてよ。その特技いいじゃん。ここなら拾うもの全部お宝だよ。ねえねえ、何でもいいなら私の相棒になってよ。私ミーティー、Oh no！未来の白笛だよ。で、君は？ナナッチだ。ヤッホー、ナナッチよろしくね。帰らずの都って書いてある。奈落文字読めるの？ゴミの中で余るのは他の連中が読めない本だからな。奈落文字は発音が失われてるから公用語当てて使われてんだ。覚えりゃ簡単だよ。そうなの？教えてよ。这是外面的怪兽的声音，飞龙已经到大断层了。
他们这简直就是一个捷径啊！这是专门是运小孩下去的吗？気をつけてください。10メートル以上登ると上昇負荷がかかります。哦不，这就是娜娜奇带米蒂逃走的地方。大丈夫だよ。さあ皆さん、お部屋に行きましょう。ねえねえ、アビス信仰って何？まあ、かいつまんで言うと、アビスで命を落としたら、魂が星の底に帰っていって、命を願った者のところへ形を変えて旅に出るって感じのだな。哦，永远在路上。未だ底知れぬこの穴を神様の代わりにした。ま、探掘家たちの心の拠り所みたいなもんだ。他在画他。すごいね。さすが私の相棒だね。ブレインだね。まあな。絵も上手だし。ミーティ、さあ一緒に来てください。はい。今日は健康診断の真的是健康检查吗？あの数の人間を5層に、それも海外の子供たちまで。今さらどうしたのです。黒笛の5層立ち入りを進言したのもこのためですよ。しかし探掘家ならともかく、付加的に二度と戻れない子供たちはその人道的に。ああ、なら心配ありませんよ。あれらは人間としての運用はしておりませんので。ご覧になります。ミーティ、ミーティ、ミーティ。天哪，这什么东西啊？就是直接会让他们都变成生孩吗？ナナチ。ミーティ。哦おやお不，や。ちょうどよかった。ナナチ、さあ順番ですよ。その昇降機はすぐ下の深海6層に行けるんですよ。降りた先は袋小路なんですが、いろいろと試すのにちょうどいい他们是在做人体高さにしてて实验，找小孩来私の当箱庭なんです。实验品。 6層の呪いしか人間性を失うか、なんとかしたいですよね。あなた方が入ってるそれ、呪いを片側に啊，所以都在米蒂那一边了。とそれ以外ではうまくいかなかったんですが、ちょうどナナチも来てくれたことです。可愛らしい生態を2つも使うのは惜しいですが、2人とも仲良しです。きっと成功。所以他一直以来都是一个小孩加一个非人的东西。してたの。とんでもない。この研究の果てに深淵の闇を払うヒントが生まれるのです。あなた方のおかげですよ。ミーティ、あなたは押し付けられる側です。なるべく耐えてくださいね。ミーティ、啊途中で死んだら相棒も呪いにかかってしまいます。ナナチ。では始めましょうか。
这就是第6层。啊，这些都是那些小孩儿被送下来的。我天哪！大丈夫、大丈夫だよ。私が耐えるから。だから、話が人間じゃなくなっちゃったら、お願い。またナナチのところに、魂が帰るように。ミキ他往上升，就专门这样。哦，他的朋友，哦。ほう。これは興味深い。素晴らしい。二人とも実に素晴らしい。ナナチ。相変わらず研究も手伝わずにお絵描きですか。君は可愛いですね。だけではなく、死ねなくなるものだったのです。但是哦，所以他才想让雷格去杀死他，可能雷格才有办法，他杀不死了已经。我的天潰した哪！はずの手足も生えてきています。蘇るのはこれで9回目です。不断的在想少々杀死形がいびつに他な，る程度です。他太残忍了，什么玩意儿啊！这黎明清他才是真正已经失去人性的东西。还好带着他走了。ほら、ミティ、鳥だよ。あの時泣いてたの、こんなやつだったぞ。ダメかい、ミティ。哦，做解药啊！ダメだ。他一直在试用。苦しむだけ。無駄に生かしてごめんな。今、楽にしてやるから。哦，他还是那么想さが的，済んだ。探险者苦しませず呢？に殺せる方法を。どこかにあるはずだ。どこかに。スパラグモス、数奇へ返す光。あいつがそう呼んでた異物があってな。ミーティの片目はそれで潰されて、そこだけ戻らねえんだ。当たった部分がまるで。所以这可能跟雷格的这个火葬炮有关系。仮想法と同じ。お前のそれなら、ミーティを。待ってくれ。ミーティは本当に人間性を失っているのか。呼べば返事だってするし、それに。ただの反応だ。どんな手段でも意思の疎通はできなかったぜ。
なのにあの目だ。お前も見たろ。未だにミーティの魂はあの体に囚われてる気がするんだ。少し考えさせてくれ。そうだよナナチ、な。悪かったな。急に変なこと頼んじまってよ。リコは直してやるから安心しな。あの子はミーティのお気に入りだしな。あんなにも頼もしく思えた君が今はひどく儚く見える。ここにあるおびただしい薬も毒も全てミーティの尊厳を取り戻すためのもの。それが君の生きる理由なら、ミーティを殺した後、君はどうなってしまうんだ。他屋子里那些探险者的那些头盔啊、笛子什么的，也应该是米蒂喜欢，所以他才摆满了的。お前な、何日へこんでんだよ。飯にしようぜ。栄養たっぷりのを作ってやるぜ。竹熊の肉にするか？またナナチ飯になってしまう。ナナチ、僕に作らせてくれ。可怜的猪叔。作り方を見るに、ナナチは何でも混ぜすぎている。素材を生かすんだ。お前皮剥ぐの下手くそだな。手伝おっか？いいから座っててくれ。まあ、ずいぶん黒い肉なんだな。それに臭い。確かにリコはあれ、内臓が先だったか。なんか破れた。これ洗っておくべきなのか。おい、なんかこれやべえ匂いしないか？オイラの作ったのより美味しいね。哦不！排泄物の匂いが口いっぱいに。但是娜娜奇早就习惯吃这些，她从小就是在捡垃圾堆里的东西吃。いつしか岩つぶては大きく焼けた鉄の雨となり、氷を鎧う木々を雲へと変えてゆきます。狭間の空に首を伸ばした大きなミーティを殺してくれ。あれ以来、ナナチから持ちかけては来ない。このままでいいのか。ナナチ、一つだけ聞かせてくれ。ミーティは君といて不幸なのだろうか。僕にはとてもそうは。言いたいことはわかるぜ。あんなに穏やかに生きてるのに殺す必要があんのかって話だろ。
オイラもそのうちどうにかなって死ぬ。そしたらミーティは永遠に一人ぼっちだ。ミーティはさ、物も食わないし死ぬこともない。けど刺されりゃ痛いし涙だって流すんだ。それがただの反応だとしても永遠に苦しみ続けなきゃならねえ。悲鳴すら上げることもできず、魂を囚われたまま永遠にだ。レグ、これは最後のチャンスなんだ。ミーティを解放できる最後のお願いだ。こんなに都合のいいことは二度と起こらね了解した。ナナチ、約束してくれ。ミーティがいなくなっても自ら命を絶ったりしないって。え。しねえよ。リコを治さなきゃだろ。リコを治した後もだ。残酷だな。分かったよ。約束する。なら僕に任せろ。ありったけの思いで送り出してやる。他这个地方很像是他们以前待过的那个小屋子。今まで付き合わせてごめんな。またすぐ会えるからな。不要很快见面，他真的就是想自杀的。レグ、頼む。啊，哦，メーティごめんよ。オイラが間違ってた。ごめん。ほんとごめんよ。ずっ哦，と一緒だからな。ミーティはあったかいな。ミーティ、ありがとな。他不忍心的。レグ、やってくれ。啊哦不！
让我想到了，就是雷格对丽可的时候也是不要离开我。是立刻起来了吗？做饭了吗？この異様な匂いは。なあ、お前順の背高すぎだろ。立刻终于好了。おい、これでいいのか？なあ。おい、危ねって。メグ、おはよおはよう。リコ。病み上がりだから食いやすいシチュー作ってやろうとしたら、オイラの作り方にケチつけてくんだよ。異様な匂いの正体はこれか。もつ取り除いたりしたら味しないだろ。いいからいいから。ガンキマスって4層にも住んでたんだね。いいよいいよ。啊，丁寧に取っていってね。毛茸茸的很喜欢。器用だね。いいよいいよ。おい、見てねえでどかしてくれよ。こいつオイラ見ても鼻からこんなんで。何触りたそうにしてん。啊，给孩子吃点好的。他第一次吃到这么好吃的东西吧，他又有了新的伙伴。美味しかった？まあまあまあだな。やるじゃん。よかった。手伝ってくれたおかげだよ。卵のも美味しいから食べてみて。ねえ、もう一人誰かいなかった？お前どうして？あれ？なんでそう思ったんだっけ？因为米蒂跟他有个联系连接。忘れちゃって。怖くて怖くてずっと泣いてたの。泣き声が聞こえたの。私とは別の泣き声。初めはびっくりしたけど、米蒂的灵魂一直在哭その子泣。も分かっているのが分かって、そしたら少しだけ安心して。私ね、ずっと長い間そうしていたの。怖くなっても目の前にもっと怖がってる子がいて、声も出せないけど目だけで大丈夫だよって、ずっとずっと。煙みたいな匂いがしてね。哦，被已经，他真的一直很痛苦哦。その子ね、振り向かずに行っちゃったんだけど、横顔が見えたの。私がずっと見てきたタンクツ他的眼睛永远是充满着憧憬。溢れた目。それで私、自分が何になりたいのか思い出して。行かなきゃって思って。その時ね、私また。我觉得米蒂的灵魂会跟着他们的。そしたら目が覚めて。ナナチ、リコは赤子の頃一度死んで、異物の力で再び命を得てるんだ。リコの命はもしかしたらアビスと深いところでつながっていて。レグ、いいんだ。ちょっと水汲んでくるわ。今度はちゃんとお前が守ってやるんだぜ。他没有保护好他的宝物。
リコ。実は。着いたぜ。オイラも怪我した時はここだ。他じゃ見たことない不思議な獣も入りに来るんだぜ。大丈夫なのか？撫でちゃえるぐらいおとなしいぜ。深いところは刺激が強いからやめときな。下から光が来てる。レグごめん、一人で脱げないから手伝って。ねえ、レグも一緒に入ろう。僕は見張りをするから。入ってやりなよ。たまにハムシが血吸いに来るからな。追っ払うのは得意だろう。見張りはオイラがやっとくからさ。足元結構滑るかも。気をつけて。私たち入ったとこだけ色がよけてく。这好像是那首レグ見て見て。お湯なのにちっちゃい魚もいる。魚が浮いた赤食べてるよ。なんか喉が渇く。リコ、大丈夫。お湯が染みただけ。レグ、チンチンどうしたの？哦，不是吧？他连这都……わからない。これは年がたく。お前ら何？まだそんなふわふわした感じだったの？レグ、ほらチューまで済ませてただろ。チュー。哦，那今からそんな恥ずかしがんなよ。レグ、チューって何のこと？いや、それは決してチューではなく。ナナチ、卑怯だぞ。君も入れ。何言ってんのお前。ちゃんと見張ってるんでごゆっくり。チューって何のこと？ねえ。まったく見てらんねえよ。ミーティ、ありがとな。レグの宝物引っ張り上げてくれて。もう少しだけ待っててくれるかな。哦，他还有一些新的希望吗？不想直接去自尽。リコ、気をしっかり。あと5個だ。でかいシーン行くぜ。しっかり押さえとけよ。親指だけ。親指だけ他でも。慢慢恢复知觉。リコ、レグ、どうしたの？すまない。僕が下手に切ってしまったばかりに。腕が。レグ、頼んだのは私なのよ。でも結局はナナチが助けてくれて。
リコの料理も美味しいものな。なにそんなことよりおいおい話すけどよ、おいらお前たちが目指す場所から来たんだ。それって例の。おいおいだぜ。そんじゃ早速準備するか。結構やることあんぞ。な、出発は早い方がいいんだろ。お母さんが奥利克看到他就感觉米蒂也是这样子一个如此憧憬着、向往着就是探险的小姑娘。我哦，这是把信件送上去吗？一定要传达到。ほんじゃ行くか。
めでとうナナチ。ついに成し遂げたんですね。あなたにはたくさんのお礼が言いたい。ぜひともまた会いた太追いです捕娜娜ね。奇，毕竟娜娜奇是最稀有的。我看完才发现这一集居然有40多分钟，虽然真的非常的痛心，但是我真的太喜欢这一集了。我觉得这一集真的就是体现出了来自深渊它真正的魅力吧。我真的很喜欢这个结尾的设计。这封信件又像是重新目睹了、见证了他们来时的路，然后这样子又飞回了当时就是立刻找到雷格的，应该是同一个地方吧，就好像又回到了原点。也很高兴，就是他们的心意能够被就是这样子传递到上面去。这样的结尾都非常非常的触动我，就是我真的感觉从最开始他们和奈特他们的分别到现在，他们真的是走了非常非常遥远的一段路了。虽然也有很多非人的经历吧，但是我觉得也很高兴，就是他们还在冲着自己心中的目标有在继续前进，并且是有所成果。最开始波多尔多等于说是去海外一个极寒的地儿，召集了一批应该像是孤儿一样的吧，他们转到奥斯城，然后呢类似于做了一个像电梯一样的东西，直接就是下到深渊去。就显然他的这边的这个科技技术完全是区别于就是立刻他们一路上碰到的那些就是走的寻常路吧。不得不说黎明清看上去应该是挺受尊敬的，就小孩们也就是看到他来了也都这样围过去。其实考虑到他的名字，他应该是要带来黎明或者说是带来希望的光的这么样的一个角色，可是他选择走向黎明或者说带来黎明的这条道路是建立在完全已经抛弃人性和伦理的这么一条道路。不禁在想，就是他确实他是有非常多的能力，可能正是因为他没有这些人性的束缚，反而他才能更加接近比如说深渊的这个真相。确实是不断的在探索嘛，他也在找到就是去到6层然后再上来还能就是保持人性的方法，但是这些都是建立在这些牺牲甚至是无辜孩童的牺牲上的。白迪他们肯定都是有着非常强烈的这个探索的精神在里面的，但是我觉得黎明清更像是已经是个科学疯子一样了，还说不把这些东西当做人，他反而其实已经不是人了，都已经不用去6层上来然后是丧失人性了，他已经没有人性了。如果一切都建立在他已经不是人的基础上，那他做这些事儿也确实是不用违背人的准则了吧。伊蒂和娜娜奇的这个故事真的是非常让人心碎了。我很喜欢其中就是他们说到的这个人死后这灵魂又回到这些渴望生的人身边，就是幻化成另外一种形态。就像米蒂最后说出了那一句，就是让我的灵魂能到娜娜奇你的身边，这也是能给到娜娜奇就是新的希望吧，就是能继续下去，继续探险下去，带着米蒂这一份一直想要成为白迪想要去探索的这份心意。这个实验其实也挺恐怖的，因为这样子的话就代表其实另外一个人可以帮助另外一个人承担等于说是双倍的这个诅咒。一旦成功了，其实就相当于完全可以牺牲掉另外一个人，然后帮助到另外一个人能够去到6层，然后回来还能保持着人形态吧。真的是给了黎明清他们太多的机会了。觉得米蒂就是他成为不死之身也真的是太残忍了，就是他的愿望最后的愿望是能把他杀死，但是深渊给出的答案却是完全相反的，这就是深渊的残酷吧。应该也是像上一集说到了，得有意识才会有那个就是物质的那个诅咒吧。米蒂应该已经完全没有意识了，所以他也不受到这个就是深渊诅咒的影响，所以也不会死。而且他的这个灵魂一直也是被禁锢在这样子的身体里面，他的愿望还是想要这个解脱吧。但是看到他的眼睛又是那么炯炯有神，就是好像一直是渴望着一个新的憧憬，我真的就是太不忍心了。当然娜娜奇她也是第一次也是想去阻止雷格去杀死，真的是娜娜奇好不容易才拥有的伙伴宝物，也难怪雷格能看出来娜娜奇她可能也想要了断自己吧，就是娜娜奇她可能也会想去陪米蒂上路这样子。雷格他真的是太暖心了，他也让娜娜奇答应他不准这样子去寻死，真的太高兴娜娜奇她又能收获到这样子为他担忧为他流泪
位能够就是为他考虑的这种伙伴，并且他也终于能吃上一些更好吃的东西了。纳奇也知道，如果他再不下定决心去动手的话，这样其实一直痛苦的是米蒂。米蒂最后这样子灰飞烟灭的时候，应该也是就是怀着感激的这种心情吧，终于让他在这个时刻能够如愿了。我不敢想象，如果他们遇到黎明清会发生什么样的事情，这太恐怖了。我之前还想说，我很想遇到其他白帝，我觉得也不是那么想。在这一整一集都很封神的情况下，我觉得我最喜欢或者说最吸引到我的就是米蒂和丽可他们俩的这个联系和丽可所做的这个梦吧。就是他们的眼睛进行了一个交流，丽可他就我感觉可能是又回到了像是出生的这种状态，就是什么也不知道，完全已经失去了这种初心的这种形态。然后他的眼睛跟米蒂唯一的剩下的这只眼睛进行了眼神的这种交流，更像是灵魂上的一种沟通吧。然后类似于是米蒂他的这个灵魂又重新唤起了丽可，让丽可醒来了，让他知道自己在追寻的是什么。好像米蒂在另一个世界中其实也在帮助到娜娜奇，让他又有了一位这样丽可这样一个很棒的伙伴，就好像又可以再陪在娜娜奇的身边。我感觉到又像是最开始在实验室里的他们俩，米蒂再一次的就是回馈娜娜奇的他的爱与牺牲吧。所以我也很喜欢最后的这一段 OST， 然后呢看着这个信件，就像是丽可他们在行进的过程中也遇到了一些艰难险阻，但是也有人这样出手了相助，然后也会经历到一些破损和迫害，但是还是能这样如愿的能达到他们的终点。我真的就是希望他们能够如愿。现在他们整装待发，三人小队也算是集结完成，我还是非常期待他们接下来的道路的。那这期视频就结束了，我们下期再见了，拜拜。